こんにちは、鷹の目工作室です。潤滑油ポンプの部品ですけれども、前回このコバに穴を開けて組み立て用のネジを切ってる最中で、タップを折ってしまいました。で、予備の新しいタップが届いたので作業は続けようと思うんですけれども、作業を始める前にこういう細いタップ用にどんな道具を使っているのかちょっと個別に紹介をしたいと思います。最近動画でよく出てきているのがこの、ドリルチャックに自家製の、ストレートシャックをつけてこれにスリーブをかませた道具です。これのいいところはドリルチャックですので、4ミリ以内、このチャックの噛める4ミリ以内の任意の太さのものを掴むことができると。それから、後で紹介するものに比べてここの径が大きいので、より強い力で、タップを回すことができるということで、これを最近は使っています。そこで、事故が起きましたと。でその前にじゃあ何を使ってたかというと、これはピンバイスですね。これはこういうコレットなので任意の径ということではなくて、用意されているコレットの範囲で、つかめると。で、こういうものです。で、オリジナルのシャックは、こういう六角、これを電動のドリルで回したら、ドリルならいいのかもしれませんけど、タップだったらひとたまりもなく折れるので、ちょっとやりにくいので、こういう長い柄をつけて、穴を開けた時にそのまま、ドリルチャックに先ほどのこの軸にスリーブですねをかませて、これはフリーに回りますけれども、これで指の力でタップを立てていくということをやってました。で、2ミリ、2.6ミリ、M2.6 とかですとちょっと、指の力だけでは厳しかったので、先ほどご紹介したこれを最近は使っているというところです。ところが今回この細いタップなんですけれども、私の持っている細いタップのコレクションですけれども、一番細いのは M1.2、太い方で M2.6、この上は普通のタップです。でこの上が M3 です。M3.0 ですけれども、M3 以上になれば一般的なこういうタップハンドルで、回すことで、問題ありません。それでも M3 だとこのタップハンドルで下手するとねじ切ってしまいます。M2 よりもさらに細いものは言わずもがなというところですね。で、最近これを使ってたんですけども、M2 よりもさらに細いものだとこれを指で回すだけでも力が強すぎるということが分かりました。で、これ、フライスでこの穴を開けてネジの切り始めはしてあります。ただ止まり穴なので十分な深さまでネジが切れているかどうかについては、ちょっとさらう必要があります。これを2つ作り直して、この全部で12箇所切ったネジをまたやり直すのかと思って気が重かったんですけれども、とりあえずサルベージできたので、ネジの穴を奥の方を少しさらって十分な深さまでネジが切れているかだけを確認して、以降の作業に入りたいと思います。機械についた状態でネジを切り始めているときは、この軸が曲がるということはなかったので、そこの心配はなくて、回す力の力加減だけだったんですが、外してしまってこのネジ穴を
さらおうとすると、力加減に加えてこういう曲げる力が入ると一発で折れるので、そこもまたリスクですね。止まり穴なので、どこまでがネジが切れるのかがよくわからないというところが嫌なところですね。難しいところですね。ここでタップを折ったらまた元の木網です。除去方法は分かったとはいえ、これが仮組みに使う M1.4 のビスです。このサイズのビスの長さのバリエーションをストックするのはもったいないので、私は6ミリを1種類だけ持っていて、長すぎるようであればこれを切って使うことにしています。で、どのぐらい切る必要があるかは、単独でこういうふうにネジの頭を埋めておいて、どのぐらいねじ込めるかを測って、それとこの組み立て用の板の厚みですね、厚み分と、沈む可能な長さというのに、これから合わせて切っていきたいと思います。これはこういう小さいネジを所定の長さに切るためのジグです。ピントが甘いかな。ネジのサイズ 1.2、1.4、1.7、今回は 1.4 ですね。で、ここに切れる長さが書いてあります。3.5、2.0、裏を返すとどういう向きだ 1.0、2.5 と。どういう仕組みかっていうと、話は簡単で、0.5 ミリ幅の溝が切ってあって、この溝の片側はネジで反対側は通り穴というので、になってます。で、溝の切ってある位置がずれているので、これをここへねじ込むと、例えばここへ見えない。こういうふうにねじ込んでおいて、この溝を糸のこでこう切るとすると、このジグのこの厚み分の長さに切れるという代物です。
組み立てに問題がないことが確認できたので、銀蝋付けの準備に取り掛かります。銀蝋が染み込むための隙間を作るため、側板の小口にポンチを打っていきます。フラックスを塗って再組み立てします。母材の温度が十分上がったところで銀蝋を刺します。私が使っているフラックスの場合、温度の目安は溶けたフラックスが水玉のようになり動き回るところです。銀蝋は母材の熱で溶かすようにして、銀蝋を刺すときはバーナーを外します。反対側の継ぎ手のフラックスが傷まないよう火力を抑えつつやっているので、この時点ではまだ温度が低かったようです。
熱をためらって加熱時間が長くなってしまったので、こちら側のフラックスも傷んできてしまいました。フラックスを追加して再挑戦です。やっとのことで銀狼が解けました。母材の熱が残っているうちに続けて反対側も銀狼付けしてしまいます。
クリーニングを済ませました。継ぎ手の方、ちょっと見づらいかもしれませんけれども、継ぎ手たくさんあるので、いっぺんでうまくいくかどうか不安でしたけれども、外から見る限り、ここは綺麗にローが回ってますし、ここも大丈夫ですね。ずーっとローが回ってて余分もないのでいいかと思います。それからここがちょっと弱いかなというところですね。こっち銀ロー刺さなかったですけども、周りから綺麗に回っています。で、内側から見ても見えますかね。この辺は割とピンが甘いの。ピントが合いますかね。こんなもんですかね。ここはまあ回ってますね。ここがちょっとやっぱ弱いですね。それからこっちも少し足りないですかね。ここが綺麗に回ってますね。そこ、というところで、先ほどちょっと水を入れてみました。大きくバッテンがついてますけど、この辺からなんか漏れがあるようです。さすがに一発では綺麗には、つかなかったようです。それから、この辺、欲を言えばそれぞれのネジの頭に銀ローが回ってないんですね。で、この印がついてるこのネジについては外すことができちゃう。これとここですね、外すことができてしまうので、やはりこの辺が銀ロー付けがうまくできてないところですね。で、この辺もネジの縁にはいってないですね。で、本当欲を言うと、このネジなんかは周りがきちんと、このネジもですね回ってるので、こういう状態に全てのネジがなるのが良かったんですけれども、ちょっと、少し加熱をビビったり銀ローを刺す量を少し躊躇したりしたのがあだになったようですね。全体的にもう一回フラックスを塗って、この角ですねを重点的に、銀ロー付けの修正をしたいと思います。
修正と、3洗いを終わらせました。先ほど漏れがあったところもきれいにくっついています。それから中の継ぎ手も全部一通り内側まで回っているので、これで大丈夫だと思います。一応水を入れて、短時間ですが漏れがないというところまで確認できました。この後ボイラーの銀ロウ付けがありますが、これに何回も修正をするようでは、ちょっと先が思いやられますが、ひとまず銀ロウ、潤滑油ポンプのオイルタンクの銀ロウ付けについてはこれで済ませたいと思います。ご視聴ありがとうございました。